2016年7月26日未明、神奈川県相模原市の障害者施設津久井やまゆり園身元職員の男が侵入し、入所者19人を刃物で殺害、26人に重軽傷を負わせたのだ。戦後最悪中の大量殺傷事件、相模原障害者施設殺傷事件よね。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。今回はこの事件の背景、犯行の経緯、そして加害者がどのような思想を持つに至ったのかを丁寧に解説していくのだ。被害者のこと、施設のこと、そして事件が社会に投げかけた問いについても向き合っていくわよ。後半では僕とメタンで、なぜこのような歪んだ思想が生まれたのか、そして社会はこの事件から何を学べるのかについて深く考えていくのだ。障害者の命の尊厳とは何か、私たちなりの視点で真剣に議論するわよ。19人という命が奪われたこの事件を決して風化させてはいけないのだ。遺族の方々は今もこの事件と向き合い続けているのよね。事件の全貌から裁判の結末まで一つ一つ丁寧に追っていくのだ。事実をしっかり受け止めながら一緒に考えていきましょう。最後まで見てほしいのだ。チャンネル登録もぜひよろしくお願いするわ。それでは早速始めていくのだ。まずは事件が起きた施設と加害者について見ていきましょうよ。楽しんでほしいのだ。重い内容だけれど最後まで一緒に向き合っていきましょう。2016年7月26日午前2時頃、神奈川県相模原市の障害者施設に一人の男が侵入したのだ。真夜中に施設に侵入したの？その男は施設内を次々と歩き回り、眠っていた入所者たちを刃物で刺し続けたのだ。わずか1時間の間に19人が命を奪われたのだ。19人、戦後最悪の大量殺傷事件じゃないの。そうなのだ。さらに26人が重軽傷を負い、被害者は合計45人に上ったのだ。単独犯による殺人事件としては太平洋戦争後の日本で最多の死者数だと報じられているのだ。これだけの規模の犯行をたった一人がやってのけたなんて信じられないわ。事件が起きたのは神奈川県相模原市緑区にある知的障害者施設津久井やまゆり園なのだ。相模湖駅から東に約2キロ、山に囲まれた相模川沿いの静かな住宅地に立地しているのだ。のどかな場所にある施設なのね。事件当時、施設には19歳から75歳までの長期入所者149人が暮らしており、全員が障害支援区分4から6に該当する重度の知的障害者だったのだ。食事、入浴、排泄など日常生活のあらゆる場面で介助が必要な方々だったのだ。自分では動けない方々が夜中に突然襲われたのね。被害者の中で特に広く知られているのは20代から50代の入所者たちなのだ。複数の遺族が後に公の場で証言しているが、犠牲になった方々の多くは日頃から職員や家族に笑顔を見せる穏やかな日々を過ごしていたと語られているのだ。ただ施設で暮らしていただけなのに、なぜ命を奪われなければならなかったの？遺族の一人は、娘は誰かを傷つけたことなど一度もなかった、ただ毎日を一生懸命生きていたと語っているのだ。その言葉がこの事件の理不尽さを全て物語っているのだ。加害者に選ばれる理由なんて何一つなかったのよね。19人の犠牲者は全員が施設の入所者であり、その存在を社会にとって不要と決めつけた男の一方的な論理によって命を奪われたのだ。残された遺族たちは今も深い悲しみの中でそれぞれの形で大切な人を追悼し続けているのだ。遺族の方々の痛みは想像するだけで胸が締め付けられるわ。次に加害者について見ていくのだ。犯人の名前は上松清。事件当時26歳、津久井やまゆり園の元職員だったのだ。元職員、つまりかつてそこで働いていた人間が犯行に及んだということ？そうなのだ。上松は大学時代に小学校教員を志し教員免許を取得したが、卒業後は運送会社に就職したのだ。その後2012年夏に友人に誘われる形でやまゆり園のアルバイトとして働き始めたのだ。きっかけは友人の誘いだったのね。志望動機には学生時代に障害者支援ボランティアや特別支援実習の経験があり、学童保育所でも3年間働いていたと記されていたと報じられているのだ。当初は福祉への関心を持って施設に入った人物だったのだ。最初は障害者支援に前向きだったということ？それがどうして？ 2012年12月に非常勤職員となり、2013年4月からは常勤として働き始めたのだ。しかし施設での勤務を重ねる中で上松の内側で何かが変化していったのだ。施設での経験が動機の形成につながったと裁判で認定されているのよね。そうなのだ。横浜地裁の判決文には被告人自身の本件施設での勤務経験を基礎とし、関心を持った世界情勢に関する話題を踏まえて動機が形成されたと明記されているのだ。勤務経験が土台になったって施設で働いたからこそ歪んでいったということ？判決文はそのように認定しているのだ。重度障害者の介護という過酷な現場で何を感じ何を考えたのか、その詳細は完全には明かされていないが、
上松の思想は徐々に危険な方向へと傾いていったのだ。それでもどんな経験があろうと人を殺す理由にはならないわよ。2016年2月、上松は突如として衆議院議長公邸を訪れ、障害者は不幸を作ることしかできない、意思疎通のできない重度障害者を安楽死させれば世界平和につながるという内容の手紙を提出したのだ。国会議員に手紙を送りつけたの？この手紙には具体的な犯行計画の予告まで書かれていたのだ。警察はこの情報を受けて上松を措置入院させたが、およそ2週間後の2016年3月には退院を認められたのだ。予告があったのに退院させてしまったの？なんでそんなことに？退院も上松は職場であるやまゆり園を一旦退職し、表向きには落ち着いた生活を送っているように見えたのだ。しかし水面下では犯行の準備を着々と進めていたのだ。誰も止められなかったのね。上松は退院後も障害者は生きている価値がないという考えを周囲に繰り返し語っていたと当時を知る関係者が証言しているのだ。友人たちはおかしなことを言っているとは感じていたが、まさか本気で実行するとは誰も思っていなかったのだ。そういう言葉を聞き流してしまった人たちもきっと今も苦しんでいるのでしょうね。上松の思想の根底には、意思疎通ができない重度障害者は本人も周囲も不幸にするという強烈な確信があったのだ。その考えは次第に自分が実行しなければならないという使命感にまで膨らんでいったと後の裁判で明らかになったのだ。それは思想じゃなくて歪んだ殺意よ。上松は事件の直前、やまゆり園の構造を熟知した元職員として施設内の間取りや入所者の生活リズムを把握していたのだ。夜間の警備体制や職員の少ない時間帯まで知り尽くしていたのだ。元職員だからこそ侵入できたということなのね。そしてついに2016年7月26日午前2時頃が訪れたのだ。この後事態は急転するのだ。いよいよあの夜が始まるのね。2016年7月26日、その夜の相模原市は蒸し暑く、やまゆり園の周囲は深い山に囲まれ、虫の声だけが響いていたのだ。夜中の2時、入所者の方たちは眠っていたのよね。そうなのだ。施設では夜間の職員数は大幅に減り、入所者149人に対して夜勤の職員は数名程度だったと伝えられているのだ。上松はその事実を熟知していたのだ。元職員だからこそ一番無防備な時間を知っていたということね。上松はこの日の深夜、あらかじめ用意した刃体の長さ約21.9センチの柳刃包丁など計5本の刃物をバッグに詰め込んでいたのだ。そして自家用車でやまゆり園へと向かったのだ。5本も持っていたの？完全に計画的ね。午前2時頃、上松は施設の窓から内部に侵入したのだ。元職員として熟知した施設の構造を利用し、警備員や夜勤職員の目を避けながら居住棟へと忍び込んだのだ。眠っている人たちのいる棟に入り込んでいったのね。居住棟は2階建てで、複数のフロアに入所者の個室や大部屋が並んでいたのだ。廊下は薄暗く、夜間照明だけが足元をぼんやりと照らしていたと伝えられているのだ。その静けさの中に上松が踏み込んでいったのね。ここからが確信なのだ。上松は居住棟に侵入した直後、まず夜勤職員を縛り上げて動けなくさせたのだ。抵抗できないようにした上で入所者のいる部屋へと向かったのだ。上松は右手に柳刃包丁を握り、暗い廊下をゆっくりと進んでいったのだ。最初の部屋のドアを開け、眠っていた入所者に無言で近づいたのだ。そして包丁を振り上げ、首や胸に向かって何度も差し込んだのだ。被害者は声を上げる間もなく布団の上に倒れていったのだ。上松はそのまま次の部屋へと移動したのだ。ドアを開け、また眠っている入所者に近づき、同じ動作を繰り返したのだ。刃物が肉に入る鈍い音と倒れる絹ずれの音だけが廊下に響いたのだ。上松はおよそ1時間にわたり居住棟の部屋を次々と移り歩いたのだ。複数の棟を渡り歩き、入所者に刃物を突き立てて続けたのだ。被害者の多くは重度の知的障害があり、自力で逃げることも声を上げて助けを求めることも困難な状況にあったのだ。上松はその事実を承知した上で部屋を選んでいったのだ。やがて夜勤職員の一人が異変に気づき、外部に通報したのだ。上松はその頃にはすでに複数の棟を渡り歩いた後であり、施設の外へと自ら立ち去ったのだ。眠っている人たちを次々と言葉もないわ。この強行によって19人の入所者が命を奪われたのだ。被害者の年齢は19歳から70代にわたり、全員が重度の知的障害を持つ入所者だったのだ。19人、その一人一人にそれぞれの人生と家族がいたのよね。負傷者は入所者と職員合わせて26人に上ったのだ。両手に防御創が残っていた被害者もいたと伝えられており、必死に身を守ろうとした痕跡だったのだ。逃げることさ難しかったのに、それでも身を守ろうとしていたのね。遺族の中には事件後に我が子の名前を明かすかどうかで深く苦しんだ方もいたのだ。障害のある子供がいることを社会に知られていなかった家族も多く、公表をためらう遺族が相次いだのだ。障害を持っていたこと自体を隠さなければならなかったなんて、その苦
苦しさは計り知れないわ。一部の遺族は後に手記や証言を公表し、息子は毎日笑っていた、娘は音楽が好きだったと我が子の生きた姿を伝えようとしているのだ。その言葉がどれほど大切なものかわかるわ。植松は施設を出た後、午前3時頃に自ら津久井警察署へ出頭したのだ。山百合園で人を殺してきましたと告げ、血のついた衣服のまま警察官の前に立ったのだ。自首したの？逃げもしなかったのね。植松は出頭後の取り調べでも持論を繰り返したのだ。意思疎通のできない障害者は不幸であり、社会にとって不要な存在だ。自分のやったことは正しいと語ったと報じられているのだ。反省どころか正当化しているなんておかしいわよ。裁判では弁護側が大麻精神病による心神喪失状態にあったと主張したのだ。しかし横浜地裁の青沼清裁判長は植松に完全な刑事責任能力があると認定したのだ。弁護側は責任能力なしと主張していたのね。でも認められなかった。裁判長は動機の形成過程は施設での勤務経験を基礎としており、病的な飛躍はなく了解可能なものだと述べたのだ。つまり犯行は植松自身の思想から生まれた合理的な動機によるものだと判断されたのだ。了解可能という言葉が重いわよね。誰かに理解できる動機だからこそ社会が問われているということでもあるわ。2020年3月16日、横浜地裁は植松に死刑判決を言い渡したのだ。植松はその後控訴を取り下げ、死刑が確定したのだ。裁判はそこで終わったけれど、問いかけはまだ終わっていないわよね。事件から7年以上が経過した現在も、遺族や障害者支援の関係者たちは声を上げ続けているのだ。なぜ我が子の名前を言えなかったのかという問いを社会に投げかけているのだ。その問いに私たちはまだちゃんと答えられていないのよね。津久井やまゆり園は2022年に建て替えられ、新たな施設として歩み始めているのだ。地域交流の再開など前を向く取り組みも続けられているのだ。場所は新しくなってもあの夜に失われた19の命は戻らないわ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず最初に考えたいのは、植松がどこで社会から切り捨てられたと感じるようになったかという問いなのだ。施設で働き始める前は障害者支援のボランティアもしていたんでしょう。最初から差別思想があったわけじゃないのよね。そうなのだ。大学時代に教員免許を取り、学童保育で3年間働いた記録もあるのだ。志望動機には福祉業界への転職を考えたとはっきり書かれていたのだ。じゃあ山百合園で働き始めてから何かが変わったってこと？判決文にも施設での勤務経験を基礎として動機が形成されたと書かれているのだ。入所者149人全員が重度の知的障害を持ち、介助なしには生活できない放たちだったのだ。毎日その現場に立ち続けることで何かが歪んでいったということかしら。僕はこう思うのだ。植松は最初、人を助けたいという動機を持って施設に入ったのだと思うのだ。しかしその思いが現実の重さに押しつぶされていったのだと思うのだ。助けたいという気持ちが逆方向に反転したということ？介護の現場は肉体的にも精神的にも極めて過酷なのだ。意思疎通が難しい入所者との関係の中で、植松の中にこの人たちは何も感じていないのではないかという誤った認識が育ったのだと思うのだ。でもそれは誤りよ。重度の障害があっても感情はある。喜びも悲しみもちゃんと感じているわ。その通りなのだ。植松の認識は根本から間違っていたのだ。しかし彼はその誤りを誰にも指摘されないまま3年以上勤務を続けたのだ。周囲の同僚や上司は植松の思想の変化に気づかなかったのかしら。僕が気になるのはその点なのだ。植松は2016年2月、衆議院議長公邸を訪れ、障害者を安楽死させるべきという手紙を提出しているのだ。これは事件の5ヶ月前のことなのだ。それだけ明確なサインがあったのに誰も止められなかったの？手紙の後、植松は措置入院させられたのだ。しかし約2週間で退院を認められ、そのまま事件当日を迎えてしまったのだ。措置入院の判断基準や退院後のフォローアップに大きな問題があったということよね。僕はこう思うのだ。植松の分岐点は施設勤務の初期段階にあったと思うのだ。誰かが彼の孤立に気づき、思想の歪みに早期に介入していれば違う結末があった可能性があると思うのだ。でも介入していればという話をするなら施設内の労働環境にも目を向けるべきじゃないかしら。それはどういうことなのだ？介護職の過酷な現場で職員自身のメンタルケアが十分にされていなかったとしたら植松だけの問題じゃないということよ。確かに重度介護の現場では職員のバーンアウトが深刻な問題として指摘されているのだ。精神的な支えがなければ誰でも判断を歪ませていく危険があるのだ。それが植松の場合最悪の方向に進んでしまったということね。僕がもう一つ重要だと思うのは、植松が手紙を書いた時点で自分の思想を社会に訴えようとしたという点なのだ。これは単なる個人の歪みではなく、
社会への承認欲求の裏返しだったと思うのだ。承認欲求ということ？誰かに認めてほしい、この考えを受け入れてほしいという感情が歪んだ形で爆発したのだと思うのだ。教師になれなかった挫折、施設での孤立、誰にも理解されない絶望、そういった積み重ねがあったのだと思うのだ。誰でもよかったタイプの無差別犯罪と言われるけれど、植松の場合は標的が明確に障害者に絞られていたわ。それは何を意味するのかしら？そこが非常に重要な点なのだ。植松は意思疎通できない重度障害者という特定の属性に怒りを向けたのだ。これは施設での経験の中で形成された極めて歪んだ敵意の対象化なのだと思うのだ。自分が苦しんだ原因を最も声を上げられない人たちに転嫁したということよね。それは卑劣だわ。その通りなのだ。植松の怒りの本当の原点は社会への不満や孤立感にあったはずなのだ。しかしその矛先が最も傷つけてはならない人たちに向けられてしまったのだ。もし施設の上司や同僚が植松の変化に気づいて話を聞いていたらという過程は成り立つかしら？僕はそこに大きな可能性があると思うのだ。施設内の人間関係が孤立を防ぐ機能を持っていれば、思想の暴走を早期に食い止められた可能性があると思うのだ。でも一方で、どれだけ環境が整っていても本人が変わろうとしなければ難しいという見方もあるわよね。それは否定できないのだ。ただ僕が言いたいのは、植松個人の問題として閉じるのではなく、どの段階で社会が介入できたかを問うことが重要だということなのだ。措置入院の2週間でも退院後のフォローでも何度もチャンスがあったのに全部すり抜けてしまったのよね。僕はやっぱり植松の分岐点は施設での孤立と思想が暴走した時に誰も止めなかったことにあると思うのだ。社会のセーフティネットが機能しなかった結果があの夜の惨劇につながったと思うのだ。私も同じ思いよ。ただ植松個人への怒りと同時になぜ止められなかったかを問い続けることが19人の命への責任だと私は思うわ。次に、なぜ植松は不特定多数の障害者に向かったのかという心理構造を考えてみたいのだ。特定の誰かへの怒りではなく障害者全体への攻撃になったのよね。どういうメカニズムだったのかしら？僕はこう思うのだ。植松はもともと施設での勤務の中で重度障害者の介護に強いストレスと無力感を感じていたと思うのだ。その個人的な感情が意思疎通のできない障害者は不幸であり社会に不要だという抽象的な思想に昇華されていったのだと思うのだ。つまり施設での具体的な苦しさが障害者全体への一般化に転換されたということよね。そうなのだ。特定の入所者への怒りではなく、重度障害者という概念への攻撃に変わっていったのだと思うのだ。この変換こそが誰でもよかったの本質なのだ。でも障害者施設で働いている人が全員そうなるわけではないわよね。なぜ植松だけがそこまで行ってしまったのかしら？僕は孤立と承認欲求の組み合わせが鍵だと思うのだ。職場での孤立が深まる中で、植松はネット上で自分の思想を肯定してくれる言説を求めるようになったのだ。重度障害者は社会の負担だという優勢思想的な言説がそこにあり、それが彼の感情に理論的な外装を与えてしまったのだと思うのだ。インターネット上の優勢思想が個人の怒りに正当性を与えてしまったということよね。それはとても怖いことだわ。僕の考えは正しいと確信する段階まで来ると、ターゲットは誰でもよくなるのだ。重度障害者という属性を持つ人間なら誰でも使命の対象になってしまうのだ。被害者一人一人には名前があって家族がいて生活があったのに、植松には属性にしか見えていなかったのよね。その通りなのだ。そしてそれが誰でもよかったという言葉の最も残酷な意味なのだと思うのだ。ではなぜ事前に止められなかったのかという問題に移りましょうか。植松は事件前に衆議院議長宛てに手紙まで送っていたのよね。そうなのだ。2016年2月、植松は衆議院議長公邸を訪問し、障害者抹殺計画を書いた手紙を直接渡していたのだ。内容は極めて具体的で殺傷の意思が明示されていたのだ。それだけ明確な予告があったのになぜ止められなかったの？手紙を受け取った側は警察に通報し、神奈川県警が植松を任意同行したのだ。しかし精神科への措置入院となり、わずか2週間で退院してしまったのだ。2週間で退院って短すぎないの？その後のフォローはなかったの？退院後のフォローはほぼなかったのだ。措置入院は本人の危険性が去ったと判断されれば解除される制度だが、その判断が機能しなかったのだと思うのだ。殺害予告の手紙を書いた人間が2週間で危険性なしとされてしまうなんて制度の穴としか言いようがないわよ。退院後、植松は施設の合鍵を返却せず刃物を購入し、
ロープを用意していたのだ。その行動を把握していた人間がいなかったことが問題なのだと思うのだ。誰も見ていなかった、あるいは見ていても動けなかったということよね。措置入院後の継続的なモニタリング体制が日本には事実上なかったのだ。退院即終了という仕組みがこの事件では致命的に機能しなかったのだと思うのだ。でも精神科の医師が退院を判断したわけだから、医療の問題だけでもないわよね。僕もそう思うのだ。問題は医療、福祉、法律、行政が縦割りになっていて、退院後の植松を継続して見守る主体が誰にもなかったことなのだと思うのだ。それぞれの機関が自分の担当範囲は終わったと思ってしまったということよね。その隙間に19人の命が落ちたのよ。遺族の中には今もなぜ止められなかったのかを問い続けている方がいるのだ。その訴えの核心は措置入院後のフォロー体制の整備と障害者を人として見ることができる社会への変革なのだ。この2つは今もまだ十分に実現していないのだ。本来であれば悲しみの中で静かに過ごしたいはずなのに、声を上げ続けなければ何も変わらないという現実があるのよね。法改正の議論は事件後に起きたけれど、実効性のある仕組みになっているかどうかはまだ疑問が残るわよね。僕はここで最終的な見解を言いたいのだ。この事件を植松清という異常者の暴走として片付けることは最も危険な結論だと思うのだ。どういうことかしら。植松の思想は社会の中に潜在する障害者差別、生産性への偏重、弱者排除の論理と地続きなのだ。彼は極端な形でそれを実行したに過ぎないという側面があるのだと思うのだ。役に立たない命は価値がないという考え方は植松だけが持っていたわけではないってことよね。それは社会全体で向き合わなければいけない問題だわ。そしてその思想が芽吹いた時に誰も止めなかったこと、予告があったのに制度が機能しなかったこと、この2つの失敗が重なって惨劇が起きたのだと思うのだ。19人が亡くなり26人が傷つき、遺族は今も声を上げ続けている。その重さを社会全体が受け止めなければいけないわよね。僕はやっぱりこの事件の本質は一人の加害者の問題ではなく、障害者を人として尊重できなかった社会の問題だと思うのだ。そしてその問題はまだ解決されていないのだと思うのだ。私も同じ思いを。植松への怒りを持ちながら同時に自分たちの社会は変われているのかと問い続けることが19人への誠実な向き合い方だと私は思うわ。というわけで今回は2016年7月26日に起きた相模原障害者施設殺傷事件、津久井やまゆり園事件を解説したのだ。どうだったメタン？言葉にならないほど重い事件だったわ。19人の命が奪われた事実と向き合いながら、なぜ止められなかったのかという問いが頭から離れないの。仮説の部分でも話したけれど、これは社会全体の問題だってことがよく分かったわ。亡くなった19人の方々はそれぞれに名前があり、笑顔があり、大切にされてきた人生があったのだ。その命が不要などとは絶対に誰も言えないのだ。遺族の方々は今も名前を出せなかった被害者の存在を忘れないでほしいと声を上げ続けているわ。その訴えを受け止めることが私たちにできる最初の一歩よね。遺族や支援者たちは事件後も障害者の権利や尊厳を守るための活動を続けていて、その声は今も社会に問いかけ続けているのだ。その声に耳を傾けながら共に生きる社会をどう作るか考え続けることが大切ね。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。